中でこれマジックハンド的なものをつないで腕を延長してるそうですよ。アメリカの大スターですから気合入ってますよね。怪獣っていうのはね、実に神様に近い存在だなと。はい、どうもよろしくお願いします。というわけで、ゴジラ怪獣ここが好き、私高倉和也が今回もお送りしていきたいと思います。まずはですね、前回ご覧いただきました皆様、本当にありがとうございます。前回と前々回はですね、アンギラスという怪獣を紹介した、動画を投稿しておりますので、もしね、まだご覧になってないよという方がいらっしゃいましたら、そちらも合わせてご覧いただけると嬉しいなと思っております。今回からですね、また新しい怪獣を紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。というわけでですね、今回紹介する怪獣、こちらでございます。キングコングということでですね、まあね、キングコング、言うてもいろいろパターンがございまして、まあアメリカでね、作られたキングコングとか、日本の映画に出たキングコングとか、いろいろありますけれども、今回紹介するのはですね、日本のキングコング、まあ東宝版といいますかね、のキングコング。なおかつ、ゴジラと戦った時のキングコングのみをちょっと紹介していこうと思っておりますので、なので、まあちょっとアメリカ版のね、キングコングとか、まあ日本のキングコングでも、キングコングの逆襲なんかにね、登場した、まあバージョンのキングコングは、ちょっと今回は紹介せずということになりますので、まあね、後々、機会があればというところでね、言うてね、紹介するかわかりませんけれどもね、ちゃんと見てないっていうのはね、ありますが。はい。というわけで、そのですね、ゴジラと戦った時のキングコング、どんな見た目なのか。まずはですね、画像をご覧いただきたいと思います。こちらですね。はい。楽しそうですよね。めちゃめちゃ楽しそうにね、お遊戯会かなみたいなね、感じですけれども。これがですね、キングコング対ゴジラに登場したキングコングでございます。まあ、先にちょっとね、軽くスペックをね、表示しておきましょうか。まあ、身長45メートル。体重2500トンね。ちょっとね、波数というか、なぜ500トン足したんだという感じもしますけども。まあ、こういった体重だそうです。まあ、見た目で言うとちょっとね、腕が長めですよね。中でこれマジックハンド的なものをつないで腕を延長してるそうですよ。あとこの毛皮ね、ヤギの毛皮を染めて作ったそうです。毛皮で作った着ぐるみっていうね、これ、最近あるんですかね、こういうやつって。こういう、なんでしょうね。生き物の素材を使った着ぐるみみたいなものって、最近あるのかちょっとね、僕もちょっとわからないんですけど、結構高級感というかね、多分当時にしても結構いいお値段じゃないですか相当。なかなかのね、高級着ぐるみだと思いますけど。やっぱね、アメリカの大スターですから。気合入ってますよね。まあこんな感じで、ゴジラとね、見比べても遜色ないくらいの大きさの体格になってますけれども。一応ですね、参考までに、アメリカ版1933年に作られたキングコングのですね、その頃の体の大きさもちょっとね、出してみましょう。アメリカ版1933年版では身長ね、だいたい15メートルくらいになっておりますね。まあ場面によって7メーターぐらいだったり、9メーターくらいだったり、ね、結構ばらつきはあるみたいなんですが、一応公式資料というか、ね、設定上は15メートルとなっているそうで。まあ、体重に関してはちょっとね、すいません、調べたんですけれども、ちょっとね、データが出てこなかったんですが、まあ、身長から考えるとね、相当軽いだろうと、ことがね、予想されます。なのでですね、まあ、お分かりの通りかなり小さいと。ね。だいぶ、小柄な体型から一気に巨大化したわけなんですけどもね。だから本当にこれ思うのはね、この頃の設定のままでゴジラと戦わなくて本当に良かったなと。ね。嫌でしょ、そんなゴジラ。ね。自分の体の大きさの3分の1にも満たないようなやつをボコボコにするゴジラとか見たくないですからね。恐ろしいですよ。足元でちょろちょろしてるね、ただのでかいゴリラみたいなやつを蹴飛ばし踏みつけ、火を吐いてとどめを刺すみたいな、そんなゴジラは見たくなかったんで、よかったなと思いますけれども。でですね、このようにですね、まあ、ゴジラ映画出演にあたってですね、めちゃめちゃ大きくなったキングコングですけれども、これね、ただ単に大人の事情で大きくなりましたっていうわけだけじゃないと僕は思うんですね。それどういうことかと言いますと、モンスターから怪獣へ、まあ、一つの生まれ変わったと言いますかね。そういう部分があるんじゃないかなと僕は思うんです。どういうことかと言いますと、そもそもね、怪獣というのはですね、戦争であったりとか、災害であったりとか、こういったものをですね、人間が抗えない力、こういったものを象徴するものだと
いうふうに思うんですけれども、例えばゴジラとかがね、代表例ですけども、ね、水爆であったり戦争の恐ろしさ、こういったものを象徴した怪獣、ゴジラというところがあると思いますが、あるいはラドンとかですかね。ラドンが街を、上空を飛んで、その風圧によって街が破壊されていくその様っていうのは、台風被害であるとか、ね、そういう自然災害の猛威にさらされている様子を象徴しているようにも見える。そういった意味でね、その抗えない力を象徴しているのが怪獣というものではないかというふうに思うんですけれども、これってですね、結局日本の神様もね、同じような特徴を持っていると思うんですね。太陽神であったりとか、農耕の神様とかですよね。今年は不作だなとか、今年はいっぱい取れたなとか、っていうのをですね、こういう人間どうしようもできないですから、ね、お天道様の力で変わってきますからね、こういうのをですね、象徴しているのが日本の神様だったりすると思うんですね。なので、怪獣っていうのはね、実に神様に近い存在だなというふうに思うわけです。考えてみるとね、モスラなんかすごく分かりやすいですよね。いつもはね、このインファント島の守護神として、おとなしく、ね、なんか毎回同じポジションの岩にお前なんでいつもそこの岩にいるなみたいな場所にいますけど、ね、おとなしくしてくれてますけど、一旦これね、人間がちょっかいを出してくると、すぐに怒って街を破壊しにやってくる。たたるわけですよね。そういうところからですね、神様的なキャラクター付け、位置づけをされているのではないかなと思うわけです。なのでですね、そういった怪獣映画に出演するということは、この枠組みの中にキングコングも入るんだということだと思うんですね。つまり、単なるモンスター、ちょっと大きいゴリラみたいな位置づけからですね、怪獣というある種神秘的な特徴を持ったものに変化したと。単なる大型化ではなく、キャラクター性が変わったんだということですね。というふうに僕は考えております。なぜですね、そういうふうに考えるのかと言いますと、そもそもね、単なるモンスターがね、こんなやりたい放題できるわけないんですよ。ね、神様じゃなきゃこんなに自由に好き放題しねえだろうというわけでですね、劇中で結構ね、キングコングやりたい放題やっております。ね、ゲストだろっていう。お前、ゲストで呼ばれてきといて、そこまで自由奔放にやるのかよっていうね。なんだと。大物気取りかと。いや、大物なんですけどね、すごいスターですけども、すごいやりたい放題やっております。例えばですね、もう序盤ですよ。飲んで寝る。ね。これですね。うえい、盛り上がるぜ、電気を食う。コース取りがおかしいだろ。一体ね、どういう映画になるのか。こういうところ見どころじゃないのかっていうのをですね、ちょっと考えてみたんですが、